7月に次のガンダム新作機動戦士ガンダム RG アレックスゼロのティザー PV が公開されてから3週間。さすがにまだ新情報が出ないかと思いきや、8月に入って海外のメディアが相次いで本作の監督神山健二氏への取材を公開。特に IGN ではインタビュー動画も公開されました。その中で監督は作品のテーマについてもタイトルの意味についても驚くほど踏み込んで答えておられます。しかし不思議なことに、この公開された内容についてなぜかまだ日本のメディアからは全然情報が出てきていません。ガンダム発祥の日本でまだ情報が公式から出ていないのが不思議ですが、それだけ本作は海外に力を入れているということなのかもしれません。そこで今回は海外での最新情報からわかるアレックスゼロの内容について解説考察していきたいと思います。1、アレックスゼロのテーマとは。8月11日、アメリカの映画業界誌バラエティが神山監督への取材を公開しました。その中で監督はアポカリプスという敵についてこう語っています。自分たちが作ったのではない技術を人間は本当に使いこなせるのか、それとも使われる側になってしまうのか。これは AI のように現実の人類がすでに扱いに苦しみ始めている技術の比喩なのです。この内容から本作の全体像としては、太陽系の外から来たシリコン生命体が10年で人類の技術を学習し、モビルスーツや戦艦を自ら形作れるまで成長して暴走したという流れということがはっきり見えてきたのではないでしょうか。さらに念押しのような話があります。来月9月5日、神山監督が都内のトークイベントに登壇することが発表されました。その演題が広角機動隊スタンドアローンコンプレックスの衝撃から機動戦士ガンダム RG アレックスゼロの現在地へ AI と競争対峙する人類の未来というものです。監督が登壇する場のタイトルにはっきりと AI という言葉が入っていて、昨今の AI の導入が加速する世の中を描いている作品ということが伝わってきます。2、ガンダムじゃない論争の真実。新作の発表直後、ネットで非常によく見られた反応が、敵が地球外生命体ならそれはもうガンダムではないのではというものでした。ガンダムとは人と人が思想をぶつけ合う物語であって、正体不明の怪物と戦う話ではないというもの。富野監督が以前ガンダム F91 のパンフレットに寄せた F91 を作った理由という文章では、宇宙人が出てきたりすることもガンダムの世界ではやってはならない条件なのですと書かれています。さらに遡ると、ガンダムという作品は企画の原案段階では移民した惑星に宇宙人が攻めてくるという骨格でした。それを富野監督が人間同士の戦争へと舵を切って生まれたのが今のガンダムです。始まりの時点で宇宙人を敵の座から外した作品だからこそ、監督自身がそれをやってはならない条件として書き残していたわけです。そんな経緯があるので、ネット上では様々な論争が巻き起こっていました。しかしこの違和感に対して監督は8月12日に公開されたゲームメディアオートマトンウエストの取材で驚くほど正面から答えており、監督はガンダムがガンダムであるために絶対に外せなかった要素として3つを挙げています。1つ、舞台が太陽系であること。2つ、主人公が3色のロボットに乗ること。3つ、主人公が人間同士の戦争に巻き込まれること。1つ目の要素は確かに地球や月、宇宙といったところが基本的な舞台なので、従来のガンダム作品と変わりありません。2つ目の要素は、ガンダムといえばトリコロールカラーを中心としたロボットですが、それも十分に満たされています。そして今回最も注目したいのが3つ目。本作の敵はシリコン生命体アポカリプスの発です。しかし監督は人間同士の戦争を絶対に外せない要素として挙げているのです。つまり本作は公開されたティザー PV を見る限り、人類対アポカリプスの物語にしか見えませんでしたが、実は従来のガンダム作品通り人間同士の争いということになります。ではそんな本作はどんな物語になるのでしょうか。まずは公開されている情報を整理してみましょう。まず公式での監督コメントによると、
宇宙世紀でも西暦でもない新しい世界線のガンダムを作ろうという話をもらった時に、地球連邦やジオンに代わる設定はどうするのか、ニュータイプの概念はどうするのか、ミノフスキー粒子はどうするのか、そもそも戦争はどこ行ったのかと考え込んだといった話が書かれていました。そしてそのうちの一つ、ニュータイプの概念については8月7日に公開された IGN のインタビューで、この新しいガンダムは世界の作りが違うのでニュータイプという概念は存在しないと語っています。ニュータイプは置かない。それでも人間同士の戦争は残す。捨てたものと残したものがここではっきりしました。本作ではアムロレイならぬアツミレイだったり、主役機の名前にアレックスが入っていたりと、過去作を連想させるワードや人物が登場していますが、あくまでこれは連想させるための要素であって、過去作とのつながりは特にないということが伝わってきます。では人間同士の戦争とは誰と誰の戦いになるのでしょうか。まだ明確に答えが出ているわけではありませんが、鍵になりそうなのがアフターアポカリプス45年という時代設定です。公式サイトのあらすじには、月やコロニーで生まれた子供たちがアポカリプスの存在を日常として暮らしていると書かれています。つまりこの世界には地球を知っている世代と地球を一度も見たことがない世代が同居していることになります。地球を取り戻すべきだと信じる者と、もはや取り戻す必要などないと考える者。この断絶はそのまま思想の対立になり得ます。もう一つが力を独占しようとする勢力の存在です。重力を操る力、光を超える通信、マテリアライズ。この3つの福音と呼ばれる技術はどれも文明の形を変えてしまうほどの力です。これほどのものが目の前にあって誰が握るのかという争いが起きない方が不自然でしょう。人類の敵はアポカリプスだけではなく、その力を独占しようとする人間の側にもいる。監督が挙げた3つ目の要素と綺麗に噛み合います。さらに7月24日の公式コメントで、監督は登場人物たちがそれぞれ秘密を抱えており、物語が進むにつれて明かされていくとも答えています。人間同士の戦争で AI の発達がヒントになるということから、この秘密が個人の過去の話ではなく対立の構造そのものに関わってくる可能性もありそうです。そしてもう一つ気になるのが主人公の年齢です。見た感じは20歳前後。安住はアポカリプスの襲撃で両親を失った戦災孤児とされています。ここで思い出していただきたいのが、人類が地球を失ったのが45年前だということです。仮に安住が20歳だとすると、生まれたのはアフターアポカリプス25年。つまり地球が失われてから25年も経ってから生まれた世代ということになります。両親を失ったのも当然その後です。さらに親の世代まで遡ってみましょう。両親が30歳の時に安住が生まれたとすると、地球が失われた時両親はまだ5歳です。つまり安住どころかその両親ですら地球のことをほとんど覚えていない可能性があります。そうなると安住がガンダムに乗って戦う理由は地球を取り戻すためではなさそうです。自分が一度も見たことのない星を取り戻すより、両親を奪った元凶であるアポカリプスを止めること、そちらの方が動機として自然に思えます。ちなみに主人公の名前についても答えが出ました。安住レイという名前について監督はこう説明しています。新しい世界の物語であっても彼が紛れもなく主人公だと複雑な説明なしに直感的に掴んでもらいたかったから、あえてレイという名前にした。特にアムロレイと何か関わるわけでもなく、作中の因果ではなく視聴者に向けた記号として名前を付けたようです。今後もガンダムの過去作を連想させる記号が様々なところで出てくるのではないでしょうか。ガンダムゼロに関しては PV の中ではやめろレイ、今度こそ宇宙が崩壊するぞというセリフがありましたが、これはアポカリプスが AI ベースな上に何にでも姿形を変えることができ、光を超える通信も可能ということから、ガンダムゼロが3つの福音の力で姿を変えると、アポカリプスにもその能力が学習されて、全ての物質にバグのようなものが発生して世界が滅びるということを指すのかもしれません。確かに
現在の現実世界の AI のこととつなげて考えると、ネットワークでつながっているがゆえに、もしバグが全ての世界に伝播するのであれば、大変なことになるのは間違いないので、ガンダムゼロがバグであるアポカリプスの力を取り込むということは、バグを世界中に広げるリスクを背負っていて、それが宇宙の崩壊につながるという考え方もできるのではないでしょうか。また、福音の一つの力であるマテリアライズによりイメージする通りに物質を変化させることができるため、その力を使って宇宙を独占しようとする者たちが現れてもおかしくなく、最近現実世界では AI がハッキングをしたり、いくつかの企業に対して某 AI で作った不正プログラムでサイバー攻撃を仕掛けて逮捕者が出る事件もありましたが、各勢力が独自に進化させた AI ならぬバグっていないアポカリプスの力で宇宙を手に入れようとしてもおかしくありません。そのため地球を取り戻そうとする勢力や、そもそも地球にすでに関心がなくなっていて宇宙の覇権を握ろうとする勢力など、人間同士の思惑がぶつかり合う作品になると考えられそうです。3. ゼロの意味。続いて8月13日にアメリカのテクノロジーメディアギズモードが公開した取材です。ここで監督はタイトルの意味について語っています。あらゆる設定をゼロから始めるという意味を込めました。ガンダムというものに対する自分自身の考えを一旦ゼロベースに戻して考え直すという意味です。ここまではまあそうだろうなという話です。問題はこの後に続く一文でした。その上でアレックスとゼロは2つでありながら1つであり、互いに等価なものです。作品を見ていくうちに分かってくる仕掛けです。アレックスゼロという言葉は本作のタイトルであり、同時に主役機ガンダムゼロの型式番号のアレックスゼロです。個人的に一つ思い浮かぶのは、ガンダムウィングの主役機ウィングガンダムゼロ。後半主役機であり、圧倒的な性能を持つ機体ですが、実は開発は20年前で、強力すぎて設計段階で封印されていたという設定でした。いくらアメリカの方が情報が早いからと言って、北米で初めて放映されたガンダム作品であるガンダムウィングとかぶせたとか安直に考えることはできませんが、ガンダム作品には過去のモビルスーツの方が最新鋭機より強力という設定はたびたび登場しています。例えば PV では赤いガンダムが映っていますが、これがもしかすると最新技術で作られたガンダムアレックスで、ガンダムゼロは最初期に作られた機体と考えることもできそうです。アレックスとゼロの2つは別々でありながら1つで、しかも対等で見ていればわかる仕掛けだと明言していることから、もしかしたらこの時代に登場するモビルスーツは全部ガンダムゼロから派生して作られた機体で、ガンダムゼロは唯一3つの福音の力に加えてバグった AI であるアポカリプスの力を取り込む能力を持っていて、その能力が危険であるがゆえに封印されていた機体という立ち位置になることも考えられるのではないでしょうか。なお IGN の取材では、監督がガンダムゼロのデザインについて初代ガンダムに立ち返り、そこから始めたかった。歴代のガンダムを束ねたシルエットに生物的な要素を加え、外骨格ではなく内側に背骨と骨格を持つ構造にした。そしてシルエットが人間寄りであることが自分の一番好きな部分だと語っていました。ガンダムゼロが意図的に生物的な要素を加えた有機的なデザインにしている上に、自由に形状を変化させられるアポカリプスの力を取り込むことができるということであれば、他のモビルスーツとは異なり超常的な能力を発揮してもおかしくなさそうです。そう考えると、今度こそ宇宙が崩壊するというセリフも辻褄が合うのではないでしょうか。個人的にはガンダムが巨大化するのはいまいちしっくりこないので、違うベクトルでの評価が見れたら嬉しいですが、ちなみに赤についても監督は同じギズモードの取材で答えていました。赤い服をまとったキャラクターも登場する。ガンダムシリーズにおいて赤が何を意味するのかを視聴者に直感的に理解してほしかったからという説明です。ガンダムで赤といえばお決まりのあの人です。つまりシャアのようにもゼクスのようにも見えるライバルキャラクターが監督の口から確定したことになります。まだ名前すら発表されていませんが、きっと仮面をつけてくれるでしょう。今後に期待です。4. なぜこのテーマになったのか。もう一つ、今回の取材内容で興味深い話があります。
なぜ敵がシリコン生命体なのでしょうか。 PV を見ると地球外生命体と戦うという従来のガンダム作品とは似ているとは思いにくいこのテーマに決まった経緯が語られています。8月11日にアメリカの映画業界誌バラエティが公開した取材によると、このプロジェクトは実はゲームの側から始まったのだそうです。先にゲームの企画があり、そこからガンダムが巨大な宇宙怪獣のようなメカと戦うという前提が提案された。ただしゲーム側に確定した設定がなかったため、アニメ側がガンダムは何と戦うのかという問いから世界を組み立て、それを受けてゲーム側が約100年後の設定を作ったという順序になっているとのこと。そして8月7日に公開された IGN のインタビュー動画で監督はさらに踏み込んでいました。ゲームという媒体の特性上、物語の中で人間同士の対立を作るのが難しかった。だから怪獣のような異性生命体の方がビジュアルとして分かりやすいと考えられた。そしてそれをアニメへ移植してより複雑な物語にするにあたり、ガンダムというシリーズには人間同士の対立が数多くあるのだから、それをアニメの中に入れ込んだ。だからアポカリプスを使っているのだという話でした。そう、つまりアニメ制作側としては富野氏が F91 パンフレットに書かれていたのと同じように、ガンダム作品が人間同士の戦争を絶対に外せない要素として掲げているとわかります。こうしてゲームでは描けないものをアニメの側が引き受けた。敵が異性生命体になったのはゲームの都合であり、人類の内部対立が残ったのはアニメの担当。主人公が人間同士の戦争に巻き込まれることというガンダムの条件は2つの媒体で役割を分けた結果生まれたという経緯だったようです。ということで以上、8月に公開された監督インタビューからわかる新作アレックスゼロの解説考察でした。今回はっきりしたことを整理すると、本作は人類対アポカリプスの物語であると同時に人間同士の戦争を描く物語であること、ニュータイプの概念は置かないこと、タイトルのアレックスとゼロには仕掛けが仕込まれていること、赤いキャラクターはガンダムを象徴する赤の存在ということ、そして敵が異性生命体になった理由は作品の中ではなくゲームとアニメで役割を分けたという制作の事情にあったこと。まだ具体的な内容は明かされていないものの、昨今の AI の技術進化をモチーフとした人間同士の争いを描いた作品ということで、今後のストーリーがどういう風に悪化されるかが楽しみなところです。来月9月5日には神山監督が日本語で4時間にわたって語る場が用意されています。演題には AI と競争、対峙する人類の未来という言葉が入っているので、ここでまた新しい情報が出てくると思われます。アレックスゼロ、果たしてどんな物語になるのか。皆様の意見もぜひコメントで教えてもらえたら嬉しいです。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。